おはようございます。塩谷です。今日のスーパーセブン名車再生は、これまでの動画でトランクも組んでスペアタイヤもつけてフェンダーとかも磨き入れてボディも磨きも入れました。あとはここの内装部分、そして外装部分、車の真ん中の部分を組んでしまえば見た目だけは完成するので、今回の動画で車として完成させたいと思います。ちなみに今回組んでいく部品たちはこちら。シート、ガラス、スカットル、フロア、あと小物部品たくさん。あとシートベルトとかも組まなきゃダメですね。こういうのも全部組んでいきます。それでは作業スタートです。先にシートベルトからつけていきます。次、シートをつけていきます。シートの取り付けは、ここのステーと、前側にあるここの穴。ここにシートレールが乗っかって固定するんですけど、うちの車、ここにね、バッテンの補強が入ってるんで、普通にシートレールつけられないんですよね。ちょっと特殊な車になっちゃってるので、こういう風にアルミのスペーサーがついて、シートレールが乗っかって、ボルトでこういう風に固定します。ただここステーとこのフロアの間がね開いちゃってるんで、ボルトつけてナット締め込んでいくとこのフロアパネルがねこう引っ張られる感じでね変形してたんですよ。だからモノタロウでこういうスペーサーを買ってきました。これをここにこうやって入れて、フロアが歪まないようにしてこのアルミブロック乗っけてボルト貫通させてシートレールをつけていきたいと思います。他の車がどうなってるかは正直不明です。普通の車にはないちょっと特殊な補強みたいです。ただうちの子はなんかこういう風にかさ増ししてつけないとシートがつけれなかったんで、こういう風に組んじゃいます。シートはあまりにも汚かったからサブチャンネルで洗浄しておきました。めっちゃ綺麗になりました。洗ってから3日間天日干ししといたんで全然湿気ってもいないし、この綺麗になったシートを組み付けていきたいと思います。よいしょ。シートを乗っけてよっこいしょ。一度シートをつける前に先につけなきゃいけないものがあった。シートの前にここのトンネルの穴塞がなきゃいけないんで、ここのカバーだけ先つけちゃいます。忘れてた。スペーサー入れて、アルミのブロックを置いてシートを乗っける。よいしょ。そしてヘッドレスト。もともとこの車ヘッドレストレスだったんですよ。でヘッドレストついてないと車検通らないって言われたんでヘッドレスト買いました。ただ純正のやつ高かったんで、これヤフオクで出てたローバーミニのヘッドレスト、これ安かったんでこれつけていきます。つくってね書いてあったんですよ。本当につくかどうかはやってみないとわからない。入らない？いける。入った。シート一番前に出せば入った。よし、入った。なんか見た目合ってないな。
やっぱり違う車種のだと見た目が揃わないですね。ちょっと違和感マックス。あと今座ってみたんですけど、ここのほらパイプ、このヘッドレストについてたパイプ、これがずーっとこの辺まで来てるんですけど、ここね押されて出っ張ってるというか、こっちもこの辺膨らんでるの、これすごく座りにくいです。本当に車検用のヘッドレストだね。そのうちちゃんとメーカー品をつけたいな。ここの出っ張り部分がすごく座りにくい、乗り心地がすごく良くない。まあ車検用だからしゃあないね。あとはシートベルトとフロアマットと細々したものをつけていきます。よいしょ。フロアマットという名のなんか敷板。で本当のフロアマット。床が引っ込んでる分だけマットの下にかさ増しの板が入ってます。そしてこれがシフトノブのリンクの部分ですね。ここにプラスチックの玉っころがいるんで、これちょっと一回バラしてグリスアップしてから組んでいきたいと思います。この根元のところのスナップリング、スプリングワッシャー外しておきます。これ完全にはバラバラにならない構造なのかな。外れないんだね。ここが溶接で止まってるから外れなさそうです。グリスこのまま掃除してグリスアップしちゃいます。飛び散ったミッションオイルともともとついてたグリスと泥となんかいろんなものが混ざってすごいガビガビになってるんで、あんまりプラスチックには良くないと思うんですけど、パーツクリーナーで一回洗います。シリコングリスでたっぷり塗って潤滑しちゃいましょう。動きが滑らかになった。ヌメヌメした感じになってる。でブーツを戻してリングで止めると、結構きついのねこれね。いい感じにリペア完了。組んでいきます。入る。よし。よし。内装 OK。あとは、ここにつくスカットルっていうアルミのパネルを組んで、ガラスをつければね、今回の動画終わりなんですけど、これですね。サブチャンネルでピカピカに磨き込んだスカットル。これを組むんですけど、これを組んじゃうと、ここの配線類の処理をするのが、この下側からやらなきゃいけなくなってめんどくさくなっちゃうんで、スカットルつける前にここの配線直していきたいと思います。すごく気が進まない。配線処理やると思うとものすごく億劫な感じがしちゃう。でね、ちょっと先走ってちょっと配線チェックしてたりとかしたんですけど、これシガーソケット。これ見た瞬間にもうなんかやる気が一気になくなっちゃった。でこのプラスの方をさらに辿っていくと、線がねめっちゃ細いんですよね。 1.25 スケアからなぜかいきなり 0.5 スケアに細くなっちゃって、でこの細い線を辿っていくと一応15アンペアのヒューズはついてるんですよ。15アンペアのヒューズ入ってるのはいいけど、絶対これ線足りないですよね。容量足りない。で最終的にここのカプラーのとこからプラスの線拾ってるみたいな、全くもって意味不明。まあこんな感じでつなぎ方、純正の線でもやばそうなのに
アフター品つけてる線はよりやばそうなので、これを1個ずつほどいてどういう風につないであるかチェックして配線を直していきたいと思います。やる気が出ない。それじゃあこの怖い配線やっていきますか。とりあえずどうなってるか剥がすだけ剥がしてみようか。まずこのビニールテープが怖いよね。ビニールテープを剥がす。ただ止めてるだけ？線はつながってなかったです。だからショートしなかったんだ。そういうことか。どういう配線なんだろうっていうことは単純にマイナスはマイナス、プラスはプラスのままだったんだ。なんかどの道でもなんか怖いな、こういう止め方してあるのって。とりあえずシガーソケット救出。そしてこっちが ETC。 これもビニールテープでぐるぐる巻き。嘘。常時電源配線ぐるぐる巻きで特にこう圧着とかせずこんな状態でした。一番嫌な配線のつなぎ方。ハンダすら持ってない。こっちは ACC。 これも嫌な予感するな。やっぱりそうだ。配線ぐるぐる巻き。マジか。なんてこった。これ全部直すの頑張ります。とりあえずヒューズホルダーと、あと配線と、今手持ちの材料だと足りないんで黄色い帽子のお店に買いに行ってきます。買い物から帰ってきました。買ってきたのはこれ、配線 1.25 スケア、あとヒューズホルダー、ヒューズから取れる電源コード、あとホーンのスイッチ。この車のホーンスイッチ、こう上げるとね、スイッチが入りっぱなしになるやつだったから、ずっとホーンが鳴り続けちゃうから、手動で戻さなきゃいけないやつで、新しく買ってきたやつはこうやって自動で戻るタイプですね。こっちに変えたいと思います。あと電源取り出しのこのヒューズは、車の方から配線取ってこっちの缶ヒューズの方でやってもよかったんですけど、なんか配線ごちゃごちゃして見栄え悪いかなと思って、こっちのヒューズの方からこうやって配線取り出しやりたいと思います。こういう感じです。でもうすでにバッテリーつけて、ちょっとね、どこが常時電源でどれが ACC になるのかを全部チェックしたので、とりあえず今ここに挿した場所、ここがイグニッションのやつだから、こっから電源取りたいと思います。もともとのヒューズが15アンペア、これがこっち、よいしょ。そして新しく取り出す電源はちょっと余裕を見て早めにヒューズが切れるように10アンペアを入れときます。んでこっから電源分岐して ETC とシガーソケット用、そしてシガーソケット、これちょっと配線作り直してギボシでつなげれるようにしました。これがここにつながって、これで配線はいい感じになったんじゃないですか。で後でこのシガーソケットにドラレコつけたりとか、USB の充電器つけたりとか、そういう風にしたいと思います。これで OK。 ETC もつないだから OK。 ホーンのスイッチも変えちゃうから、これを外しちゃって、よいしょ。これホーンのスイッチをさっき買ってきたこの自動オフスイッチに置き換えて、これでホーンが鳴りっぱなしになることはなくなりました。また一つすごいものを見つけてしまいました。これキーシリンダーです。
キーシリンダーから来てる配線が、これ、線が抜けてる。これまずそうなんで、これも直しておきます。このキーシリンダーの配線直そうとして、ビニール剥がしてずーっと辿ってったら、結構なところまで配線がね、ちょっと溶けて変な感じになってました。さっき見てたのはここですね。ここがダメで、この辺からビニールテープでこうぐるぐる巻きにされてて、ここもビニールテープだったんですけど、ちょうどここのこう配線が折れ曲がるところ、こっちのメインの線からこう分岐して出てくるところ、多分ここが配線折れ曲がって変な風に負担かかってたんだと思います。だから熱持って溶けてきちゃったみたいです。ここの折れ曲がってた部分からずーっと辿ってきて、こっちのキーシリンダーのつながるところまで配線が全部ダメなんで、こっからつなぎ替えて新しい配線にしていきます。着端子でかしめて、こっちに線を新しいのを追加すると。もともとの線白だったんですけど、白い線持ち合わせがないんで赤い線でいきたいと思います。さすがに白い線はなかった。配線修理終了。結局直したのはこのキーシリンダーと、あとホーンと、デフロスターもねやりました。ちょっと配線おかしかったからデフロスターの線も直して、シガーソケットのヒューズから取るやつに直して、であとこっから分岐されてたやつはもともと使ってるカプラーじゃなかったから配線ちょっと保護して、でビニールテープでぐるぐる巻きにして、これはこのままっていう感じです。よし、それじゃあスカットル乗せちゃいます。これサブチャンネルで磨き入れておきました。めちゃくちゃピカピカになった。シガーソケットはここ、助手席の足元、ワイパーのモーターがついてたあたり、この辺にこんな感じで、よいしょ。 ETC は運転席の足元の上あたり、ハンドルがつく根元、ここでいいかな。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。そして最後にガラスですね。これつける前にガラスのリペアやっていきます。ここね、飛び石傷で思いっきり欠けてるんですよ。で、若干だけどひびもね、こっち側に若干ひびが走ってます。で、このガラスリペア頼もうとガラス屋さんにね、お願いしたんですけど、ちょっと特殊なガラスでガラス屋さん NG でした。これペアガラスになってて、中にね熱線が入ってるんですけど、このシルバーの部分からこっちの縦方向に向かって走ってる熱線、これが入ってることでガラスをリペアした時にこの熱線の方に液体がリペアに使う液体が流れてって、うまいこと治らないかもしれないからってことで、ガラスのこの飛び石だけ直す分には全然できるんだけど、品質の保証ができない。万が一こっちの熱線の方に走っていったら見た目が悪くなって綺麗なガラスに直らないからっていうことで、ガラス屋さん NG でした。僕自分でやってみたいと思います。一応ね、ガラス屋さんにやり方を教わったし、表面直す分だったら多分そんな難しくないと思いますよっていうことだったんで。ただあまりにもこの傷が深くて熱線の方に行っちゃってたら、その直す時の液体が熱線に流れて、この服装のペアガラスになってる中でなんか変な感じになるから見た目おかしくなっちゃうけどって、そこだけ気をつけるようにってやり方を教わったんで、ここ自分で直してみたいと思います。今回使っていくのはこちら、 Amazon で買ったガラス用のリペアキット。まずはこのガラスについてる汚れを一回きれいにします。
画鋲でガラスの中に入り込んでる汚れを軽く落とします。一応ガラス屋さんに教わった注意事項としては、あまり追っかけすぎない。この汚れを落とすのも、この後液剤流して固めるのも、圧力かけて固めていくんですけど、それもやりすぎるとガラスのひび広がるから、できるだけ追っかけすぎない。もう控えめ控えめに終わらせた方がいいって教わりました。ここでの汚れ落としとかが甘いと、結局跡が残っちゃったりとか、見た目として分かっちゃうらしいんですけど、やりすぎると収集つかなくなっちゃうから、跡が残ったとしても少し控えめの方がいいみたいです。よいしょ。こっち側吸盤で押さえられないからバイスプライヤーで固定しました。こうやってノズルをセットして、で液剤を流す。でポンプを入れて、よいしょ。この圧力かけるのも控えめに。やりすぎるとガラスのひびが広がるそうです。でこれを外して、でビニールシートを乗せて固まるのを待つと。今リペアした部分はここです。まだちょこっと傷残ってるけど、最初よりは良くなったかな。で今これフィルム乗っけたんで、このまま30分太陽光に当てて硬化させたいと思います。30分後、固まったかな。どうでしょう。あ、固まってる。ベタベタしない。よし。そしたら仕上げにこの表面についたはみ出た液体をカッターでこそいで表面を平らにしていきます。一応傷としてへこんでるような感じはなくなりましたけど、やっぱりちょっと跡は残っちゃいますね。あんまり追っかけすぎてね、失敗しても嫌だから。まあよしとしましょう。遠目で見るとね、あんまりわからないです。近くに寄ると、やっぱ傷残ってるなっていう感じ。1メーターぐらい離れるとわからないです。ちなみにこのガラス、熱線が入ってるタイプ、同じやつ買おうとすると20万ぐらいします。めっちゃ高いの、このケータハムのガラス。だからもう使えなかったら交換しかないとは思ってたんですけど、多分これならね、車検問題なく通せると思うんで、よかったです。さすがにフロントガラス20万は高いです。そしたらちょっとガラスが汚れてるから一回掃除だけして、なんかステッカー貼ってあった糊の跡とかも残っちゃってるんで、ちょっと一回きれいにして、そしてガラスを組んでいきます。熱線の配線を通さなきゃいけないから、ちょっとめんどくさいです。そしてほらこれかぶせます。とりあえず仮ですね。この後いろいろまだやらなきゃいけないことあるから、多分またすぐ外すんですけど、見た目だけでも完成に近づけたくて、やっぱりね、すげえ作業やってる感があってモチベーションがね上がってくるんですよ。本当はここにフォローを支えるためのね骨がもう一本入るんです。それどこにしまったかが分かんなくなっちゃった。とりあえず仮付け。これ何、そういう感じなの？フォローつけるとトランクカバーつけられなくなっちゃうの？そうなんだ。これフォローをかぶせるとこのトランクのトノカバーだっけ、これがねつけられなくなりますね。
このボディに留めてるホックが1個しかないから、トノカバーで使っちゃうとホロがつけられない。初めて知った。っていうことは、ホロ仕様の時はトノカバーなしなんだな。でオープンで走る時だけトノカバーでこのホロはトランクにしまうっていう感じか。そういう感じなのか。とりあえず今回このままにしてみよう。そしてドア、ここのヒンジがこのフロントガラスのところに刺さります。オープンの時ここ透明のねプラスチックカバーみたいなのがついてました。それがこういう感じになります。ちょっと今ここね中の骨がないからちょっとホロが垂れ下がっちゃってるけど、本当はこう裏骨が入ってもう少し突っ張って、でドアがここにこう来ると。運転席側もこれを刺してよいしょ閉じて OK。 これで乗り降りすんのか。狭いな、ドア狭いな。いくら今ここ屋根なくて垂れ下がってるとはいえ、うわマジか。これで乗り降りすんので、今助手席の方は足元にマフラーもあるんでしょ。これやけどしないように気をつけながら、こうでこうどう乗る、どう乗るのが正解。これこう、狭っ、狭っマジ。屋根つくだけでこんな狭いの。うっそ、何この圧迫感。すっげえ狭いんだけど。ちょっと待って、今度どう降りるのが正解これドアは勝手に閉まっ、全開で開けれるのか。足から降りるのが正解。こうか、こう乗り降りするのが正解か。うーわなんだこれマジ。足入れて狭いっておお、ステアリングがあるから運転席余計に乗りにくい。こうか。はい、ということで今日の動画はシートをつけてスカットルつけてガラスをつけてホロまでつけることまでできました。まだまだやらなきゃいけないことたくさんあるんですけど、一応車の完成形が見えてきました。このホロ仕様のケータハム、やっぱり旧車っぽくてクラシカルな感じがかっこよくて好きなんですけど、乗ってみた感じめちゃくちゃ室内狭かったです。正直このままにするかオープンカーで走るかちょっと悩んでます。時期とか雨とか天気を様子見ながらオープンとホロ仕様と使い分けになるのかなって気もしないでもないです。乗りながらどういう方向性でいくのか考えたいと思います。とりあえず今の予定としてはこのホロ仕様でいきたいなと思ってます。そして今回の作業でスカットル、ボルトとかは固定してあるんですけど、リベット止めするところとかシーリング入れなきゃいけないところとかはやってません。この後バッテリーつないでエンジン始動トライしてみて、もし何か配線の不具合とかがあった時にもう一回スカットル外せるようにと思って、スカットルは仮組み状態です。まあ多分大丈夫だと思うんですけど、万が一ねなんかダメなパターンもありえるから。あとホロの裏骨が室内側にね1本バーみたいなのが入るみたいなんですけど、なんかそれどこにしまったかちょっと思い出せないんで、一生懸命部品置き場探してどっかにしまい込んでないか見つけたいと思います。もしかしたらあるかもしれないし、もしかしたら前のオーナーから譲り受けてないかもしれないんで、ちょっと探してみて、あったらラッキーぐらいで、なかったらヤフオク探すかなんかしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。
バイ。